皆さんこんにちは。コケテラリウム制作動画コケラクフィルムへようこそ。このチャンネルではコケテラリウムを誰でも簡単にをコンセプトにコケテラリウム制作の過程などをお伝えしていきます。ぜひ最後までご視聴ください。では早速始めていきましょう。はい、いつもコケラクフィルムを見ていただきましてありがとうございます。今日は2種類のコケを使って山道を駆け上がる草原の景色を作っていきたいと思います。はい、本日使う容器はこちらです。ダイソーのデコジャーですね。今まで何度も使ってきてるんですけど、形がですね下の方が膨らんでいて、でちゃんと密封性もあってですね、蓋も透明になってるので上からの光も入ってきますので、コケテラリウムを作っていくにはとても優秀な形をしてるんですね。値段も300円っていう風な安い値段になってますのでよく使ってます。あとガラスもですね結構透明度が高いんですね。なので中がとても見やすいっていうことで、このデコジャーっていうのは私は何度も使ってます。で今日もこれを使ってコケテラリウムを作っていきたいと思ってます。ここでシールを剥がしていったんですけど、なかなか綺麗に剥がれなくてですね、これもダイソーさん考えていただけるとありがたいんですけども、ちょっと剥がしやすいシールに変えていただけるとありがたいなって思ってます。この段階でガラス瓶の取れる汚れは全てきちっと取っておきましょう。後からコケを入れてから掃除するのは中のレイアウトを崩してしまう可能性もあるので危険ですので、もう今のうちにこびりついている汚れとかは全て取り除いておきましょう。ガラスの油分が入っていたりすることがあるので水洗いもしてきます。拭くための道具なんですけど、基本ティッシュを使うんですが、キムワイプっていう、繊維が結構しっかりとした業務用のティッシュみたいなのがあるんですけど、繊維こぼれがなくて残らないんですね、拭き跡に繊維が。ちなみにこれですね、ホームセンターにもどこにでも売ってるものですね。これ非常に重宝してます。はい、これでガラス瓶もきれいになりましたので、ここに土を入れていきます。はい、それでは土を入れていきます。はい、で今日使っていく石はこちらになります。鉱石です。この鉱石を3つ使ってレイアウトをしていこうと思います。今日は2種類の固定だけしか使わないので、全体的に平たい面でちょっと斜め奥を駆け上がるような形で作っていこうと思うんですけど、ただそれだけだと立体感があんまり生まれないと思うんですね。でそこにアクセントポイントとしてこの気鉱石を入れてあげることによって奥行き感が出るかなっていうふうに思うので、そのレイアウトをちょっと考えていきます。こんな感じですね。このポイントとこのポイントとこのポイントの二等辺三角形を地から見た時に見えるようにしてあげると落ち着いたレイアウトになると思いますね。で今日ちょっと正面を決めてなかったんですけど、レイアウトの正面は気泡がほぼないので、こっち正面でいいかな。こっちでいきますね。正面の位置をここでシール貼りまして、石の位置を少しレイアウトを調整してこれの位置でいこうと思ってます。では土を固めていきます。奥の方ももうちょっと土を盛り上げたいので少し充填していきます。はい、ここに苔を植えた時に駆け上がっていくようなそんなイメージができたんではないでしょうか。では土に水をかけていきます。少し毛と土を入れて石が倒れてこないように調整していきます。はい、ドロドロに練った毛と土です。ちょっと柔らかめにしました。これを気鉱石の周りに充填していきます。
鉱石についてしまったケト土も洗い流しておきましょうね。この下の気鉱石はもう土に埋まってるので、特にこの周りにケト土をやる必要はないと思います。はい、これでレイアウトが完成できましたので、この正面のテープは剥がしていきます。本日用意した苔はこちらになります。コバの提灯苔、波形立ち苔、この2種類の苔を使って今日はレイアウトしていきたいと思います。でこの苔は実は Twitter で知り合った佐藤農園さんのところに遊びに行った時にお庭を見せていただいたんですけれども、お庭にはびっしりこのコバの提灯苔と波形立ち苔が生えておりまして、でプラス大笠苔なんかも生えてるような環境でした。嬉しいことにですね、佐藤農園さんはとても苔楽ファンだっていう風に言ってくれて、私自身もすごく嬉しい思いをしました。でその佐藤農園さんがぜひ使ってくださいっていうことで、お庭にあるですね波形立ち苔とコバの提灯苔を私に譲ってくれましたので、この2つの種類を何かこういいレイアウトができないかなっていうふうに考えた時に今回のレイアウトが思いついたので、これを配置していきたいと思います。佐藤農園さん、どうもありがとうございました。今回水を用意しました。砂がついてたりするので、これを少し落としながらですねちょっとずつ植えていけたらなというふうに考えてます。このぐらいからいけますかね。こうやって余分な砂とかゴミとかを落としながら、極力瓶の中に有機物を入れない方がカビとかばい菌の繁殖を抑えることができるので、そういう風にしてもらうのがいいと思います。はい、ではコバの提灯苔を植えていきます。下からいきますか。こちらのコバの提灯苔はその駆け上がる草原の雰囲気を出していきたいなと思います。一本一本が 2,3 センチの長さの茎になってますので、春先に風に吹かれる草原のようなそんなイメージで山肌をこう駆け上がっていくような景色を作っていきたいと思います。で佐藤さんもですね、このコバの提灯苔がとても好きっていう風におっしゃってたんで、ここにレイアウトしてあげることで少しでも感謝の気持ちが表現できるかなと思ってます。株立ちをしてまとめると、この根っこのところが膨らみがちになるんで、そこを少しこう削ぎ落とした状態の方が植えやすいかなと思います。コバの提灯苔はポイントでこう使うことが多かったんですが、今回はこれをメインで主役として使っていくっていうのは初めての試みなので、どうなるかちょっとわからないところではあるんですけど、作ってみたいと思います。最後はい、これでコバの提灯苔は一通り植え終わりました。波形立ち苔を植えていきます。こんな可愛い葉っぱしてます。バラすと一本一本にはなるんですけど、今度植えていくのが非常に大変なので、ある程度これも束にして植えていこうと思ってます。波形立ち苔の方が少し色が濃いので、レイアウトとしては濃い色のものを外側に持ってきた方が締まりがいいと思いましたので、波形立ち苔を外側に、でコバの提灯苔を内側にすることで色合い的に落ち着くかなと思いました。開放型で飼育すると葉先が茶色くなってしまったりとか、あんまり適してないので、やっぱりこういうクローズタイプの瓶の中とかで育ててあげた方が長持ちするんだと思いますね。本当にですね、こうよく見ると葉っぱが花のように開いていて、一本一本がきっちりとした輪郭を持っている苔なんですね。この苔を植えていくにあたってほぐして植えていってもいいんですけれども、まとまって生えているので、これを上手に使いながらやっていきたいなと思ってます。
ちょっと岩がこっち側に向いていたので、この下とかすごく植えにくかったんですけど、なんとか植え終わりました。なので次は上の部分を植えていきます。で、花畑にするのでなるべく高さは揃えてあげた方がいいと思うので、高さの高いところがないように上を揃えていきます。はい、ではこれを植えていきます。こういう土の下は古い株があったりするので、こういうのはもうこの段階でトリミングして落としていきましょう。この上の綺麗な株のところだけ使っていきます。色合いの違いを利用してレイアウトを考えたっていうのはあんまりなかったんで新鮮なんですけど、黄緑色のところと濃い緑のところ、葉っぱの形も違いますね。それぞれ特徴のある形をしているので、こういう形でレイアウトを考えていくっていうのも一つありなんだなっていうのを学びました。可愛らしいホテテラリウムができてきたなっていう印象です。こちらすべて植え終わったんですが、周りですね、1センチぐらいですね、内側に苔をレイアウトしてます。これは水滴などを拭き取るときに、ここの際のところまでこの苔があると、拭いたときに苔を引き抜いてしまう可能性があるんですね。なので少し控えたところに苔を植えてます。小葉の提灯苔と波形立ち苔の2種類でレイアウトしているので、ちょっと陰影に乏しいかなと思ったんですね。なのでこの周りのところに化粧砂を入れて仕上げていきたいと思います。用意した化粧砂は矢作砂です。はい、これで今回の苔テラリウムは完成を迎えます。小葉の提灯苔が S 字を描いて石の間を練って上に駆け上っているような様子とか、波形立ち苔がお花畑のようにそれを取り囲んでいるような様子っていうのがうまく表現できたんじゃないかなと思います。今回の苔テラリウム制作に関しては、この苔楽フィルムっていう動画を通じて佐藤農園さんとの出会いがあって、こういうような作品が出来上がったと思ってます。本当にそういうような意味では苔楽フィルムをやっててよかったなっていうふうに思った、とても印象深い回になりました。改めて佐藤農園さんどうもありがとうございます。今回の苔テラリウム制作動画は以上となります。最後まで見ていただきありがとうございました。またどんどん新しいアイデアを考えて誰でもできる苔テラリウム動画を目指して頑張っていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価ボタンをお願いいたします。またコメントもいただけると嬉しいです。では最後に完成動画をお届けして終わります。それでは次回またお会いしましょう。ありがとうございました。